今回は紅葉真っ只中の軽井沢を訪れ、1泊45,795円、大人気ホテルの星野リゾート軽井沢ホテルブレストンコートでの宿泊体験をレポートするはずだったのだが、なんとチェックイン後に急遽別のホテルを取り直して、結果として1日に2つのホテルをはしごするという非常にレアな体験をすることになったドタバタ旅の様子をお届け。おそらく今回の僕たちのようなケースはかなり稀だろうが、ホテル選びにこだわりがある人にとっては参考になる要素も含まれている動画だと思うので、ぜひそれぞれのホテルの紹介や感想などと合わせて、僕たちの前代未聞な一日の様子を最後までご覧いただけたら嬉しいです。まずは紅葉の名所雲場池の様子を軽くご紹介し、続いて星野リゾートのホテル紹介をご案内します。ただいま雲場池に到着です。雲場池のね、近くに駐車場なかったんで、自転車2台こうやってレンタルしてここに来ました。いやー、素晴らしいね。めちゃくちゃ素晴らしいよ、ほら。いやー、紅葉がもう今、色づきが最高だわ。めっちゃ綺麗。軽井沢の中でもね、雲場池、この辺りは紅葉の名所として知られてるんだけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。おー、これ綺麗だね。鏡のようにさ、映って紅葉がダブルで綺麗。カモかなあれ。鳥がいるね。多分カモだと思うんだけど。お、めっちゃ絵になる。そうなの？超絵になるよ、これ。これ綺麗だね。はい。なんか私をポンしようとしてやる、絶対に。やだー。ほら、綺麗。ああ、超綺麗じゃん。もう紅葉最高だね。寒い思いして、今、ここ来た回がありましたね。なんかもう、すごい山道をね、登ってきたんですけど、だいぶ山の奥の方にあるような感じだね、ここのブレストンコート。あ、これ着いたんじゃない？すごい、森に囲まれてるところにあるって感じだね。なんか森林公園みたいな感じだ、ここ。ゆっきーさん、星野リゾート着きました。この、周りのね、紅葉がめっちゃ綺麗。これね、夫婦陽光の風。まあ別に近くに何かこういう見どころがあるって感じじゃなかったんですけど、これ星野リゾートさんの方はね、外のこの紅葉の景色やばいです。今んとこね、これまだホテル入ってないけど、そこまでの印象は結構素晴らしいね。ね。うん。グランドピアノもあって、外にもね、テラスの席がありますね。おああ、ちょっと持ってこうかな。なんかここで自分で好きなものを持ってくんだ。アメニティね。一回フロント近くにこのアメニティ置いてあって、これ部屋に持ってくみたいです。はい、チェックインの方終わりました。もう実は部屋には入ってしまったんで、これがホテルの、フロントになるんですけれども、フロントから部屋に行くところまでをちょっと紹介していきたいなと思います。ちなみに、ここのね、星野リゾートなんですけれども、2タイプの部屋があって、スタンダードの、コテージ。あとは僕らが今回泊まるのは、デザイナーズコテージというところで、ちょっとそこを見せていきたいなと思います。はい、じゃあ移動したいと思います。あちら、フロントですね。で、こっち行くと、はい、こんな石畳が続いてるんですけど、こういったところをね、歩いていきます。で、今はね、ちょうど紅葉なんでね、落ち葉が綺麗ですね、もみじの。で、ここ渡っていくと、ほら、正面に、これ、教会ですね。素敵な教会がありますよ。中はね、なんか撮影禁止みたいなんで、で、ここも入れないようにはなってるんですけど、ここ、教会があるってことで多分結婚式とかでここ使うような、そういうスペースなんでしょうね。で、こっちもね、教会がほら、こんな感じであるんですよ。こっちの教会は、なんか入れそうですけど、多分撮影はダメなんだろうな。なのでちょっと遠目から、はい、撮影だけします。で、ここがね、僕たちが今回泊まる、デザイナーズコテージの入り口になってます。なので、ここをこう入っていって、ここですね。これがホテルの人が入れるような入り口。ここからは宿泊者しか入れないんですが、入るとね、デザイナーズコテージの中がこういう雰囲気になってます。一部屋一部屋こういった形でね、コテージが分かれてるんですけど、僕たちが泊まるのはその中で652という、はい、部屋になります。それがこちらになるんですね。オープン。じゃじゃーん。この部屋はもう一目瞭然。箱になってんでね、もうここコテージっていうだけあって、天井は結構もう3メートルぐらいあるのかな、高いんですけど、もうほんと箱です。箱を貸してるって感じ。箱の中にこういう、ライトがねあったり、ヒーターですね。あと寒さ対策で今寒いんでね、机があって椅子と、奥が、はい、あそこが洞窟みたいにちょっとね奥まってるんですけど、あそこがベッドスペースになってます。で、ほら自然光がいっぱい取り入れられるように結構ね
天井まで3枚のガラスで、はい、区切られたかなり高い窓ガラスがあります。なんで朝ね、多分直射日光を避けるためにこう木漏れ日があそこに差し込んで、なんかうっすら明るくなってきた中で多分目が覚められるって、そういうコンセプトでシンプルに作ってるのかな、ここは。でこっちはちょっと荷物置いちゃってるんですけど、こういうね、はい、荷物を置けるようなスペースがあります。それで奥がこういうガラス張りの、ここも3枚のガラスがあるんですけど、天井まで風呂場があります。ここがね、浴槽とあとシャワーがここで浴びられるようになっていて、これ当然こういうガラスなんで、もちろん隠すものがなさそうです、ここは。なので大浴場の温泉があるということなんで、施設内にそこに後で浴びに行きたいなと思ってます。で奥がトイレになってますね。はい、トイレと洗面所。ここね、施設にいろいろあって、実は星のやもね、この敷地内、同じ敷地内にあるらしいんですよ。で例えばこのハルニテラスっていうところがあって、ここがレストランとかあったりするみたいで、星のリゾートのこのホテルの中にはレストランとかないんですね。なんでこの敷地内の中のここに行って、ハルニテラスで、ここで後で僕ら何か食べようかなっていうのを研究してみたいと今は思ってます。風呂がやっぱりこういう感じで隠すもの何もないんで、さすがにこれちょっと抵抗感あるっていうことで、なんで僕が後でちょっと大浴場の方行って、そっちは多分撮影できないと思うんですけど、大浴場もこの施設の中のここだ、星野温泉トンボの湯っていうのがここあるんで、なので僕は後でそこで一人で行って、僕は温泉を浴びて、でその間にユッキーさんはここのシャワーを使ってもらって、お互いそれで体を洗うと、そういう作戦でいきたいなと思ってます。どうですか？殺風景のお部屋でございます。いや、殺風景っていうか、本当にこれですね、わざとこういうね、大自然の中に、だって外がほらもう紅葉のね、綺麗なね、木々に囲まれた、そういう空間だから、多分ね、これ本当にシンプルに作ってるんですよ、これ。なんかわかんないけど、普通の木のコテージとデザイナス2タイプしかない、実はね。そうもう一つやっぱもうなんか4個のベッドが入ってるコテージしかなくて、こっちの方は実はもう一個のタイプより若干高い、でそれを取ったんですけど、なんかじゃあソファもなくてくつろげないっていうか。そうだね、ソファーはないから、だから、ベッドのとこにね腰掛けるか、本当ここ座るしかないよね、座るとしたらね。確かに確かに。ここはだからなんかどっちかっていうとホテルっていう使い方っていうより、なんか本当キャンプにちょっとキャンプの延長に近いような感覚で泊まるような、そういう場所なんだろうね。いかがですか、今のお気持ちは。なんかさ、他空いてないのかな、今調べてみようかなと思うからここにいたくない。ユッキーがここじゃ嫌だっていうことで今ホテル変えたくなっちゃってるんですけど。だってくつろげないよここ。だからいいじゃん、こういう、僕は個人的にこういうのね結構嫌いじゃないんで、こういう体験全然いいんですけど、ユッキーがちょっとここではなんか圧迫感を。なるほど。でもこういう体験も悪くないじゃないですか。コテージですよ、これコテージ。結構不便。まさかの移動中です。なんででしょうか、ユッキーさん説明してください。なんかそこの部屋、はい、私にとって落ち着かない、らしいんですよ。なんかまずソファーがないので、くつろぐのがちょっと厳しいかなっていうのとか、あとシャワーもちょっとなんかやっぱり気になるらしいんですよね。っていうことでしょ、ユッキーさん。ずっと今日の夜とか明日の朝、ずっと2つ硬いの椅子で座るのはきついかなと思って、でベッドでもなんかほらなんか洞窟みたいに入るところだから、落ち着いて寝てられないかなって。なんていうの、ハイハイして入らなきゃいけないじゃないですか。ね、潜り込むようにね。で寝てる間にトイレ行くのもハイハイして出なきゃいけないじゃないですか。一通り大体分かったんで、それで僕たちこれからどうするんでしょうか。そういう時は、外資系のホテルをとりあえず一泊は我慢するということでヒルトンを選びました、ということで僕たち今から急遽ユッキーさんが当日予約で取れたヒルトンの部屋を押さえたんで、なんとまさかのヒルトンへ今向かっています。いやでも考えてみれば、今ここ山奥じゃないですか。軽井沢町の方に戻るからね。軽井沢町に戻ったら、明日朝も散策は便利だし、一応ヒルトンだから、そういう自分に都合のいい、そんないいところじゃないんだけど、でもヒルトンってほら落ち着くじゃん。普通のホテルっていう感じなんですよね。当日だからそこまでいい部屋はないんだけど、でも一
一応外資系だから普通っていう感じじゃん。想像できちゃう部屋。はいはい。その安心感を求めにね、今から行くんですよね。はい。びっくりですよ。チェックイン後にもホテル買いしたなんて初めてだよ、俺。でも今のこの部屋さ、悪いって言わないんですけど、私にとってみれば落ち着かないんだよね。まあね。まあでもせっかくね、軽井沢来てリフレッシュしようって言って落ち着かないとちょっともったいないからね。まあこれはイレギュラーだけどね。まあユッキーにとっては必要な決断だよね。僕は全然大丈夫だったけどね、あれね。ああいうのも好きなんで。そうなの、じゃあ別々に泊まる？いや、大丈夫です。はい。じゃあ行きましょう。はい。今からヒルトンです。イエーイはい。10分ちょっとかけてね、今、ヒルトンにやってきました。今からチェックインです。はい。こちらが、はい。館内になります。ユッキーさん今、チェックインしてて。はい。こんなようなスペースになってますね。チェックアウト終わったんで、今からようやく部屋に入りたいと思います。まさかの星野リゾートからのヒルトンです。まあよくもまあ部屋が当日空いてたなっていうのと、はい、この時間にまさか真っ暗だね。着いた。まずこちらほら姿見が落ち着くじゃん。ありまーす。落ち着く部屋です。落ち着く部屋。イエス。はい。おー、なるほどなるほど。はいはいはい。あー、もうホテルっていう感じですね。ホテルっていう感じ。この方が私には合う。はい、そうですね。テンション高。さっきのところよりはいい。テンション高。やっと私の落ち着くところに戻りました。いいな。はい。まあじゃあ簡単に最初部屋紹介しちゃいたいと思います。まあここがねリビング、はい。こういう色鮮やかなソファーとかが置かれてます。ユッキーは相変わらずあちらで好き放題探索してます。もういつも物色するのがね趣味ですからね。で、まあ奥がベッド、はい。ツインになってますね。バルコニーついてるから外に出れるみたいですね。お、開いた。お、どう？出れるよ。ほら。ああ、いいですね。ほら、なるほど。いいね。はい、これは多分ね、夜っていうよりは明日の朝にでももう一回撮り直したいなと思います。朝素晴らしいと思います。そうだね。夜なんでちょっともう見えにくいんだけど。普通のツインベッド、普通のソファ、でもこの普通がいいんです。落ち着くんです。テンション高くなってきた。さっきも死んだ魚みたいになってたけど。もうやだやだって言って。トイレです。トイレです。トイレというかね、はい、洗面所です、ここは。ほら、ちゃんとお風呂は、ふーって、ちゃんと閉められる。さっきの閉まんなかったのが、本当に嫌だったんだね。ほら、ここは普通に。はい。浴槽があってね。はい。たまには普通っていうのはどれだけ大事なのか。ここも別にさ、そんなにすごいとか優秀とかじゃないんだけど、でも落ち着くじゃん。さっきのあれ落ち着かない。わかりました、わかりました。で、こちらが、はい、トイレですね。トイレスペース。はい。トイレ、ここには、はい、ドアないですけど、まあ当然ね、浴室、ここが閉まるようになってるので、はい、ここはトイレも分離されてます。ここはね、トイレ誰かが使ってる、もしくは、はい、こっち、誰かがシャワー浴びてるってなると、はい、どちらか一人しか使えないという設計ですね。トイレ2つあるわけではないので。冷蔵庫なんかいろいろ飲み物入ってるんですけど、ここの飲み物すべてフリーだって。あ、これはフリーだ。コーラとかね、アサヒが入ってる。これもなんかウェルカムのね、クッキー類ね。はい。クッキー類。お菓子。あとはね、こういう有料だけど、こういうプリングルスとかナッツ類とかね、お水。あとコーヒーメーカー。あ、これかわいいじゃん。ほら、ティーセットとかがここ、棚。ほら。こういう形で、ここに隠れてます。茶器が。こっちもね。ここにちっちゃいデスクがあります。で、アメニティいきます。はい。まあ、普通に歯ブラシ、ヘアブラシ、カミソリ、シャワーカップ、こういった、まあ、普通の。ホテルに、一般的なホテルにね、備え付けられてるような。そうですね。そういう。タオルはたくさんあるし。本当だ。タオルもたくさん。ドライヤーは、まあ、いわゆる、あ、これはパナソニックのだ。ああ。なるほど。このタイプのちょっと使ったことないですね。なんかすごいでかい、平べったいというか。まあ部屋紹介はこんな感じなんですけど。重要ポイント。はい。実は私なんでヒルトン選んだかっていうと、ヒルトンはもう当日部屋中なんでそんなに
いいところ空いてないのもあるし、うん、もう一つっていうのはここの値段と星野屋の値段ほぼ一緒なんです。さっきのね。はい、うん、まあ何千円の違いしかなくて、まあだからどういう感じが好きかだよね、うん、さっきのところは外も工業一面だったし、まあ、景色が綺麗ですけど、でも個人的にあの部屋がちょっと泊まりにくいなとは私はね、思ってたんで、まあ、ここは駅から近くて朝から夜の9時まで何回も無料送迎します。すごいね。フロントに言っていただければ、駅に行くのと駅からピックアップ帰ってくるのはもうずっと何回も送迎できるっていうサービスもついてて、で部屋もすごい豪華ってわけじゃないんだけど落ち着く。私は落ちないかな。もう見てる人がなんてもったいない泊まり方するんだって多分思ってるよこれ。でもほら泊まってみないと分かんないんですよ、しかも写真見てると星野リゾートだけ、写真見るとあの部屋はあんな感じの本当に分からない。ああそうだった。行ってみていろいろ気づきがあったと。そう、シャワーが全然、あのシャワーっていうのは私何が気になるかっていうと、あのシャワーって浴槽の中で立ってじゃなくてしゃがんでやるシャワーなのよ。でちょっと使いにくいなって、まあ大浴場行ってもいいんですけど、でも大浴場結構離れてるじゃないですか。まあね、少しね。でこの寒いのに夜はとかっていうのもあって、なるほどね。で洞窟みたいのは夜寝てるとトイレ行くとハーして出てきて、またハーして戻らなきゃいけないから、なんか若干ちょっと不便かなと私は思ってたんで、ベッドのとこね。まあ我慢しようとこともできるんですけど、せっかくの遊びなんで我慢する必要もないかなと思って。大丈夫？ユッキーがね、なんか、さっき死んだみたいになってたんだけど、今はなんかめちゃくちゃ元気取り戻してるんですけど、僕だんだん疲れてきちゃって。もう体力ゼロです。最後の最後で、やっとちょっとくつろごうかなっていうモードになってて、まさかのホテルチェンジみたいな。でもさっきくつろぐ場所もなかったじゃん。ここの方がくつろげるじゃん。まあソファーとかね、確かにね、さっきの木の椅子でね、硬いからね、あそこで座ってたら確かにちょっと痛かったかもね、体はね。まあこういう方がいいよね、確かにね。お疲れ様です。ご飯食べに行こうか。これね、ご飯ついてるプランじゃないんで、今ちょっと駅の方に行って、急遽、ね、予約も当然入れてないんで、何かちょっと探して食べたいなと思ってます。なかなか選択肢が実はなさそうなんで、定休日だったりとかそういうのが多くて、ここのお店入ってみたいと思います。はい、最初にこのドイツビール生ジョッキで頼みました。ビールいただきます。はい、乾杯。昨日食べて美味しかったです。はい、ちょっと違う動画であげるんですけど、お昼ね、たまたまこのお店の系列店で食べたみたいです。姉妹店だったみたいです。だからもうこのね、サラダ美味しいの分かってる。ほうれん草のソテーが来ました。これはもう香りも美味しそうだな。美味しいです。あったかくて美味しそう。美味しい。なんかさ、家庭的な味。ホッとする味。そうね。ドイツの家庭的な味。そう、なんかさ、一日なんだかんだ疲れちゃったからさ、今日さ、これすごい染みるわ。美味しい。いろんなキノコ入ってるみたいです。お手つき仕掛けてユッキー、いいよ食べて。今日一日のね、いろんなハプニングとか疲れを癒しましょうよ。ご飯でね。昨日から思ってるんですけど、この店美味しい。そう。えのきとかさ、舞茸とかさ、いろんなのが入ってるわ、これ。キノコのお祭りだね、これね。キノコだけど、なんかすんごいしっかり味付いてて、野菜のステーキ食べてるみたいな、そういう感覚で食べれる。美味しい。このお店、ベーコンとかハムとかソーセージとか肉類がね、なんかすごい美味しい。味わい深い、なんかジューシーでコクがあって。だから、何と合わせても、野菜と合わせるとすごいうまい。サラダもそうだし、ほうれん草のソテーもそうだし、こっちのキノコのもね、すごい美味しい。一緒に食べると、よりいい味わいになる。はい、こちらがミカサホテルのカレーということで、匂いがね、とにかくスパイシーでコク深い香りします。ちなみに、カレーの副菜がここに。奥深い。コクがある。コク深い。めっちゃ甘口でも、食べた後に口の中にスパイシーの香りがすごい残る。後からじゃあちょっと香辛料の香りがふわっと口の中に広がる感じなんだね。そう。これもこれで美味しいんです。今肉食べます。このカレーあり。あり。美味しいね。カレーの完成形だね。二口目がね、またちょっと違うんですよ。スパイシーが残るんですよ。うまい。なんかね、黒ビールをなんかそのカレーのエキスにちょっとなんか使ってるらしいんだよね。しかもドロドロに見えて重いと思ったら意外とあっさりだよね。甘いのが先に来て、後で口の中に残るのちょっとピリピリってしたなんかこう辛みなんだよね。この店カレーレベル高いよ。これはうまいな。これね、カレーは絶対食べた方がいいです。これカレーマジでうまい。
超おすすめ。これしかもね、もう一軒のカレーも美味しかったよ。そう、だから、このね、お店のカレーは絶品なんで、絶対食べてください。昼夜店分けて食べた方がいいね。うん。食べ比べもいいかもね。これほんとうまいわ。すごくレベルが高いカレーです。はい、こちらスペアリブです。なんか思ったよりめちゃくちゃでかいです。でも真ん中は骨ですから。とは言ってもでかいはでかいよね。本当は鉄紙で噛みたいんですけど、多分熱いから、熱すぎるね、これね。オーブンで焼いたもんね。あ、ほんとだ。肉汁すごい。肉汁ダラダラ出て、豚の臭みは全くなくて。ユッキー豚肉うるさいもんね。しっかりした味付けで、あこんがり焼いてて、あ。うん。美味しいと思います。おお。肉にうるさいユッキーがそこまで言うなんて。うん。めっちゃビールと合います。ほんとだね。軽くペッパーとかも振ってあって、噛んだ瞬間に口の中にジューシーにバーッとこう肉汁がね出てくる感じ。これすごい美味しい。全く豚の臭みないでしょ。うん、ない。超美味しい。この店何頼んでもレベルが高いです。うまいね。なところ。うん。うまいんだよここ。うん。こちらは朝食のブッフェの様子。ヨーグルトやフレッシュジュース、ナッツ類やシリアル、サラダや洋食、フルーツやパンなどが自分の好みで選べるほか、卵料理各種などを別途個別注文することができる。旧軽井沢秘境キュリオコレクションバイヒルトンの朝食ブッフェは、格段種類が豊富というわけではないものの、落ち着いた雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるという点でも好印象だった。どうですかヒルトン泊まってきて。いや、でもね、良かったと思います。駅から近いこと。ここ近いんだよね。昨日夜もそう、歩いてても周りに店がいっぱいあること。本当に例えばまた今度軽井沢来た時も、軽井沢の駅周辺とか散策したいんだったら、ヒルトンは全然ありかなと私は思う。そうだよね。全然ね、ここ駅ほんと近いから周りにお店もあるしさ、この辺りに大体ほら集中してるじゃん。いろんなレストランとか。だから歩いて行ける選択肢があるっていう部分でここいいよね。そうですね。こじんまりしてるんですけど、このホテルは。でも、施設も充実してるし、部屋も快適だし、必要なもの全部揃ってるっていうか。まあそうだね。しかもホテルっていう感じでね、本当に何の気兼ねもなくね、ここ来れば安心して過ごせるっていう、そういう感じだったよね。そう、しかもここのホテルってサービスはとてもいいんですよ。朝から夜の9時くらいまで、駅はもう本当に無料送迎。らしいね。本当にね、フロントに言えば、お二人だけで送ってて、で、また電話すればピックアップしてくれる。何回もできるんですよ。それすごいね。そう。で、あとは、冷蔵庫の中のフルードリンクとか全部、無料って言ってたね。全部無料だし、朝ごはんも美味しかったし、サービスも良かったし、歩くたびに、で、あと美容院とかみんなすごい、挨拶してくれるよね。挨拶してくれるんですよね。そうだよね。感じいいよね。そうそうそう。すごい温かみがあって、私はいいなとは思う。そうだよね。しかもなんか、都内とかさ、いろんな他のヒルトン、まあ、それぞれあるけど、ここのヒルトンなんかすごいいい感じするよね。そうですね。そうですね。私はいいと思います。ここのヒルトンはある意味でなんかヒルトンのちょっと期待を上回ってくれるっていうか。部屋は今回まだスイートとか逆にしてないんですけど、でもまあベランダがついてる部屋で、快適だと思います。そう。しかもここからの景色もかなり映えてますよ。後ろ紅葉も含めて。今回ね、ちょっと星野リゾートさんには僕がゆうきさんに代わってちょっと謝んなきゃいけないかもしれない。まあ本当こっちの都合で、まあ行ってみて、その一休の中でこう写真載ってなかったからちょっと想像がしにくかった部屋の中のっていうのはまあ実際あるんですけど、やっぱりゆうきさんにはどうしてもちょっと合わなくて、で、せっかくね、こうお金払ってしかもこう軽井沢っていうこういうね、もうリゾート地で、まあせっかく気分転換に紅葉を見て、で、部屋もちょっとすごくリラックスして楽しんでっていう、そういう使い勝手を考えてたんで、まあ、ただちょっとそれにはね、なんかユッケさんがちょっといればいるほど、ちょっとそこでの一日過ごすことを想像したら結構不安になっちゃったみたいで、なので急遽ね、旅の目的変えて、宿も変えて、まあ、こっち来させてもらいましたけど、でも結果として、本当にね、素敵な場所だし、ここのヒルトンは。で、まあ、紅葉もこんな感じですごい綺麗だし、まあ、サービスも良かったしね。で、まあ、料理も美味しかったし、あと個人的には何言っても、大浴場ついてるんですよ、ここ。地下1階に。まあ、大浴場って言っても、ものすごい大浴場かっていうと、ちょっとそれとは違うんだけど、それなりの広さで、結構綺麗なんですよ。で、サウナもある。あれはね、僕個人的にはポイント高いところでした。全然ここヒルトンにその大浴場っていうその施設を求めてなかったんで、そういう意味ではもう駅から近いし、大浴場もあるし、で、こういう庭園もあって、もう紅葉ここでも楽しめるっていう、この選択肢はすごい素晴らしいなと思いました。星野リゾートさんにはね、ちょっと今回申し訳ないことをしてしまったんですけど、でも結果的に個人的にはね、やっぱりせっかく過ごすんであれば楽しい思いで、二人でね、楽しませてもらえるっていうことで、今回このヒルトンに移ってきて、まあ結果オーライだったなって、それは思ってます。同じくらいの値段の割にはかなりこっちの方が優秀だと思います。わかりました。じゃあ最後の質問です。ここはもしまた来るとしたら利用したいと思いますか？ここで全然あると思います。例えばその駅周辺を散策したいとか、まあその旧軽井沢ロータリーとか遊びに行きたい銀座街
を歩きたいとかっていう時には、もうここはすごい駅から近くて無料送迎もついてるから、しかも一日何回も本当に送迎してくれるんで、もう私はすごいおすすめです。逆にいいと思います。まあ部屋も全然泊まり心地がいいし。長い間動画をご覧くださりありがとうございました。次回の動画では一休 .com で軽井沢の人気ナンバー1ホテルザ・平松に宿泊した体験をレポートします。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。